皆さんこんにちは、腰痛マンでございます。本日のお車はですね、こちらのデイズの S となります。というわけでですね、デイズのボトムグレードですね。なので、マイルドハイブリッドはついてない。まあ、これは上級の X もそうなんですけど、マイルドハイブリッドもついてないし、オートエアコンもついてないし、あとはなんだろうな。まあなんかトリムのあたりとかも省略されているということなんですが、まあ安全装備、エアバッグとか、まあ、各種のワーニング系はついているという、ちょっとちぐはぐな感じもするグレードとなっておりますね。で、年式はですね、2025年式で、まだ430キロぐらいの新車となっております。はい、では見ていきましょう。で、まずフロントスタイルなんですけど、フロントスタイルはですね、デジタル V モーショングリルっていうんですかっていう感じになってるかなと。なんでまあ、当初のデビューした時より結構変わっているというスタイルになってます。サイドビューですけども、サイドビューはあんまり変わってなくて、ここですかね、インテリジェントキーじゃなくて、昔のキー、手回し式のキーになっているので、ここにボタンがついてないというところあります。キーはこのタイプなんですよね。ただですね、ロックすると、ちゃんとサイドミラー閉まりますねという、そこら辺は気が利いてます。ホイールはですね、こちらノートとかルークスと同じ、なんというか、和風というんですかね、なんというかそういう形のホイールキャップになっておりますね。で、サイズはですね、15565の14インチということで、軽自動車のスタンダードサイズになってます。で、リアビューもあんまり変わらずということで、バンパー周りがちょっと変わってるかな、ノートっぽくなったかなというところはあるんですけども、まあ基本的には有機的な感じ、なんかちょっと昔の仮面ライダーみたいな感じのテールランプになっておりますね。ではエンジンルーム見ていきたいと思います。で、こちらボンネットインシュレーターは S でもついてますね、ちゃんと。で、ちっちゃいエンジンルームでございますが、こちら BR06A エンジン。ダットさんとかに使われてた BR08 のボアダウンというか、再設計版が載っております。っていうのは変わらずですね。で、このバッテリーの下にはトランスミッションですね、CVTS、ジャトコ製の CVTS がこちらもですね、モデルチェンジ当初から変わらず載ってます。なので、副変速機付きの CVT7 はディスコン終わりということですね。なんで次のデイズ、ルークスはこのパワートレイン変わらずハイブリッドなしになっちゃった。次のデイズもまたこのパワートレインのキャリーオーバーなのかなっていう感じですね。はい、以上でした。こちらはですね、エンジンの下に不織布のカバーがきっちり貼られてますね。S でもちゃんと貼られている形ですね。トランスミッション側は特に対策されてないですけど、音がよく出るエンジン側はカバーがついておりますね。で、こちらフロントはストラットですけども、こちらも S ですけど、スタビライザーちゃんとついてるということで、走りのところは妥協してないかなっていう感じの作りとなっております。で、リアはトーションビームということで、こちらはスタンダードの形式になってます。で、アンダーフロアの部分は普通ですね。特に何があるわけではなく、エンジン下に不織布が貼ってあるぐらいで、あとは普通かなというところですね、こちら。では、運転席に乗っていきましょう。乗り込みは問題ないですね、というところです。シートもちょうどいい硬さと、もうちょっと座面が長くてもいいかなと思いますけど、小柄な方にはこれぐらいがちょうどいいのかなと思いますね。シートも、こちらも硬すぎず柔すぎずというところでちょうどいいのではないでしょうか。で、調整機構ですが、シート調整はシートリフターがありまして、座面だけ上がります。ないよりかはマシなんですけど、腰の部分がずれちゃうので、次の台ではまともな形のシートリフターに戻してもらいたいというか、してもらいたいですね。で、前方の見切りはですね、一番下の状態ではボンネットがきちんと見えるので、良いですね。ヘッドライトの左右の膨らみが見えて、左右の間隔が把握しやすいですね。で、ステアリングはですね、チルド調整がついてます。テレスコはないです。で、ステアリングの方もですね、こちらはウレタンになってて、メーターの操作するボタンだけついてるという形で、オーディオ操作とか、プロパイロットとかは、そこら辺は上級グレードだったり、日産ナビ取り付け車パッケージを買ってねっていう感じですかね。で、アームレストがありまして、こちらは物入れがないので、クッション性が高くて快適ですね。メーターはですね、他のグレードと変わらずですね、
タコメーターとスピードメーターと液晶がついているという形です。で、こちらですね。こちらなんですけど、マイルドハイブリッドシステムはついてないですけど、エネルギーモニター表示があります。ということで、バッテリーアシストシステムだけはついているということで、停車時のエアコンとかオーディオへの電気の補充っていうのは、ここでやってくれてるみたいなんで、バッテリーはついてなくても、コンデンサーとかキャパシタとかついてて、そこからバッテリーに電気供給してるのかなっていうようなシステムはついているというようですね。で、足元は、可もなく不可もなくというとあれなんですけど、普通のスペースかなというところですね。ではリアシート見ていきましょう。で、リアシートはとっても乗り込みやすい。こちらは硬さはちょうどいい感じ。シートバッグは他の系よりちょっと長いんですけど、やっぱりここ、ヘッドレスト伸ばさないと、私、身長170、座高90ぐらいの人間としてはきついかなというところがありますが、いいんじゃないでしょうか。で、シートベルトしましょう。足元も広くていいですね。で、ちなみに助手席下にはリチウムイオンバッテリーついてないので、やっぱりこれはバッテリーはなしのものとなってますね。リアシートの各種寸法を見ていきましょう。シートの座面は47センチ。で、シートの高さは36センチとなってまして、初期型より若干3、4センチぐらい上がったかなというところですね。足元広さは私がフロントでポジションを合わせた時で42センチですね。となってまして、かなり広いですね。で、こちらスライドすると、ここまでスライドできて25センチとなりますので、約17センチぐらいスライドできるというリアシートになってます。ただ、ここまでスライドできなくていいので、どうせあれですね、みんなスライドドアの方に行っちゃうんだったら、こういう普通のヒンジドアのセダン系はもっと低くして軽くして運動性能に振った方がいいんじゃないかななんて思いましたけど、そんな感じです。で、ドアトリムなんですけれども、こちらですね、ベージュベースで、この部分がですね、ファブリックになってまして、織物っぽい模様もついてて、なかなかいいです。ただ、この肘の部分がですね、ただのハードプラなんで、ここはちょっと残念かなというところがありますが、質感は高いんじゃないでしょうか。で、あとはドアポケットにはスマホですね、横に入れられるようになってます。っていうのと、下の方にはドリンクホルダーとか、ファイルを入れられるポケットがついているということで、この辺十分かなという収納となってますね。助手席側のドアの方にはこちらあって、ここに車検証を入れとくスペースがあります。その代わり助手席側のドアの方はドリンクホルダーしかなくて書類ではないですけど、こっちの方が有用かなというところはありますね。で、この辺はエアコン、ルーバー、丸型、私の好きな丸型っていうのと、ベロ付きのドリンクホルダーとなってまして、ここはですね、ドリンク入れてもエアコンの風が当たりにくい設計となってて、桜よりいいですね。で、こちらですね、2エアバッグがない代わりにアンダートレイがついておりますので、奥行きと深さがあるので、ここら辺スマホ入れてても落ちてこないだろうなっていう安心感はあるかなと思います。スマホ入れるとこんな感じですね。ちゃんとここの縁の部分で守られているので落ちてこないかなというところがありますね。で、ここですね。こちらマニュアルエアコンですね。タッチパネルじゃなくてマニュアルエアコンになってます。こっちの方が操作性がいいのかなと。スタンダードな形ではありますが、なかなかですね、内外径の切り替えがレバーだったりして、なんともちょっと商用車感がありますが、なんというか、タッチパネル式との落差があって、なかなか面白いところではあります。で、ここには、引き出し式のドリンクホルダーとテーブルがついております。こんな感じで置けて非常に便利かと思います。で、助手席側のドリンクホルダーと、こちらですね、トレイがあって、スマホとかポンと置いとくことができますね。USB Type-A がついてますね。で、こちらにはボックスティッシュなどですかね、置いておけるような引き出しがついてます。で、グローブボックスもちゃんとありますよというところですね。
ここのちょっと分かりにくいところ、下の部分にはアクセサリーソケットがついてまして、センターコンソールの付け根の部分にはですね、こちら、アクセサリーソケットの下に結構なサイズのトレイがついてまして、こちらですね、スマホを入れたりとか、なんかいろいろできそうな感じですね。ということでですね、収納については、結構ルークス並みにあるというところですね。前の X の紹介の時も言った気がしますが、そんな感じとなってます。で、あといつの間にかですね、このバックビューモニター付きのミラーっていうのは S にも標準装備になってます。シートバック、助手席側、運転席側、シートバック何もないので、ドアトリムが収納となります。こちらですね、全体ハードプラになっておりますね。ここのファブリックだった、前席でファブリックだった部分は、目の細かいプラになりました。ただですね、ユーティリティはちゃんとしてて、ここ、ちょっと入りにくいですけど、ここに、ペットボトルが入りまして、で、ここにもですね、横に長いポケットがあるので、スマートフォンとか、横に置けるようになっておりまして便利ですね。じゃあ荷室見ていきたいと思いますね。で、リアシートが一番後ろの時はですね、こちらギリギリ買い物かごが1個入るかなというサイズとなってますね。でこの時は、しかし何にもこの辺ないですね。ランプもね、フックもね、ミストのランプはちょっとある。はい。で、長さはですね、ここの部分、スライドの根元からだと37センチということで、軽自動車としては一般的なサイズなのかなというところですね。で、幅が、88、幅88ぐらいということですね。で、ここですね。荷室のここを開けるとですね、床面にすごい広い空間がございます。なんで、深さとしては、30センチぐらいの深さのラゲージスペースが出てきてくれます。もともとなんか入れる予定だったのか、e パワーのバッテリーとか、その辺でも入れる予定だったのか、すごい深いスペースがありますね。はい。で、こちらですね、リアシートの肩口のここでスライドできまして、こうしますと、荷室の広さは53センチかな、ここのラゲージガードの部分まで54センチということで、17センチ、リアシートのスライド量と同じだけ広がります。で、高さとしては、89ぐらいありますね。ということで、なかなか広い。で、また肩口のここ、倒しますと、フラットではないですけど、ほぼフラットな空間になります。で、この時の荷室の奥行きが111。シートバックまでで111。斜めの長さが、これ多分前のデイズの X とかハイウェイスターと同じなんでしょうけど、念のため測っておきますかとしておくと、141ぐらい斜めとなってます。なので、大物家電、冷蔵庫とか無理ですけど、大体のもんなら入るのかなというサイズで、戻すときは後ろに回って、こんな感じですね。リクライニングはどれぐらいするかというと、ここからここまで、くつろぐぐらいまでの角度までなんで、一番後ろまで際限なく倒れるということはなくて安心ではありますね。はい、以上ですかね。では、スモール、ロービーム、ハイビーム、ハザード、スモール、ブレーキ、バックランプ、ハザード。で、こちらの車ですけども、まずパワートレインはですね、こういう道走るときでですね、30キロ以上であれば、かなりトルクがあるかなというところで、30キロぐらい出てれば、1000回転から1500回転ぐらいの間で、ゆるゆる走れるなっていうところがありますね。ただちょっと発進がですね、若干
なんとなくもたつくというか、トルクの谷があるというか、結構回して走り出すなっていうところがあるんで、そこがやや気になるところかなというふうに思います。で、マイルドハイブリッドはないのでですね、もともと確かこのマイルドハイブリッド発進をフォローしないはずなので、なんでやっぱ発進の時にこう一定の感じでトルクが出てるところでちょっと一瞬落ち込んじゃって、そこで回転数をグーンって上げてもっとトルク出して、でまた回転数を落とすみたいな感覚がありますので、そこがですねちょっと気になるかなというところですね。で、乗り心地なんですけれども、乗り心地については結構いいですね。今結構突きはぎの道路を走ってますけど、トントントンという感じでいなしてくれるので結構好きです。なので前回乗ったシエンタは結構ホワンとしてて余韻が残るかなというところだったんですけど、こちらはですねそこまで余韻が残らない、一発で揺れを収束させる感じがあります。でも当たりは硬いとかじゃなくて、かなりオブラートに包んでボヨンって感じで動きを抑えてくれてるのでいいですね。なんで B40 系のルークスほど芯のある感じではないのでですね、こっちの方が無理がないというか、自然で乗り心地がいいなって思える乗り心地になってますね。やっぱこの辺は背の高さとかがあるのかなと思います。ただですね、やっぱりこの K なんでトレッドの幅、横幅が狭いっていうところもあるので、ちょっと左右に振られるなというところはあるんですけども、そのあたりをうまく収束させている、動きを収束させているというところがあるので、一番下のグレードですけど、乗り心地は X とかハイウェイスタイル遜色ない乗り心地になってます。で、ロードノイズなんですけども、ロードノイズはまんべんなく防音されてるかなというところを感じますね。なので、ロードノイズは、ある程度しますと下から。で、横とか上からの音も、しますねというところですけど、全体として見ると、かなり静か。なんで、ヤリスとかの方がうるさいんじゃないかというところを感じます。で、直近乗ったやつはシエンタなんで、シエンタと比べると、シエンタは下からの音がすごく抑えられてたんですけど、天井の雨の当たる音とかかなりバチ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 してたんですが、このデイズはですね、全体まんべんなく縦があるような感じになってます。シエンタはですね、その下の部分にすごい分厚い縦があって、上の部分はあんまりそういう防御がない感じだったんですけど、こちらはですね、全体にまんべんなく薄い縦があるような感じの静粛性になってて、これはですね、結構質感高いというか、普通車から乗り換えたりとかしてもいいんじゃないかなと思いますね。新型のルークスではスマートシンプルハイブリッド外されちゃいましたけど、多分このバッテリーアシストシステムのみになったと思うんですけど、それはそれでいいんじゃないかなと。ダイハツと同じような仕組みになってますけど、それはそれでいいんじゃないかなというような感じですね。はい、ただいま狭い道でございますね。で、狭い道なんですけども、軽自動車ということもありましてですね、こちら見切りもよろしくて、車幅感覚もつかみやすいので、こういう道走るのは得意というか、問題ないというか、いい感じでございますね。なんで、すれ違い、離合するときも気負わずに走れるかなっていう。ボンネットは結構高いけども、ベルトラインは低めなので、その辺見やすいです。はい、ただいま山坂道にやってまいりました。ということで、また雨ですけども、いろいろと走っていきたいと思います。で、ハンドリングはですね、この車やはりいいですね。プロパイロットついてないエディションもステアリングのところのいいやつになっているということで、火の織物を指でさするような感じでハンドルが切れるので、これはすごくいいです。で、カーブでもロールはしますね。ロールはしますけど、危なげなく曲がってくれますね。1680ミリぐらいですかね、高さ。
ありますけど、あんまりそこまで高さがあるように感じない車となってます。で、曲がる時もですね、軽なんでそんなに全長長くないからですけども、なんかフロントとリアがちぐはぐな感じもなくてですね、曲がりやすいですね。で、こういう負荷のかかるようなところでも、足回りはかなり、なんていうんですか、足回り手堅いというか、なんというか、もう結構限界が高いという感じがしますね。負荷かけても、もうちょいいけそうだなっていう、もうちょっと頑張ってもなんとかなりそうな感じがあります。では下りにやってきました。ブレーキはですね、スムーズに効いていい感じです。タッチは軽いですけど、効き方とかは普通車と遜色ないような感じで、かなりいいんじゃないでしょうか。こういう切り返しだと、普通ですかね。すごくキビキビと切り返せるというわけでもなく、かといってスローでもないという感じで、ちょうどいいかな。あんまり値を上げないというか、横滑り防止装置が入ったりとか、そういうこともなくですね、曲がることができますね。ただやっぱ横幅が狭いからか、ちょっと怖い。倒れそうで怖い。でも結構頑張るな。なんで、感触としては、山坂道よく走りますというところで、これならなかなかいいんじゃないでしょうか。はい。では高速道路にやってきましたので、じゃあ、いつもの70キロ、100キロやっていきたいと思いますが、はい。はい。っていう感じでした。10秒、12秒ぐらいで、という感じですかね。普通、NA の径としては普通なんじゃないでしょうか。で、このまま今100キロにしてですね、100キロで巡航中ですね。100キロの時にだいたい2500回転ということで、スイフトスポーツよりも回転数が低い気がする。直進安定性はなかなかいいと思います。なかなかいいというか、100キロだとかなりいいですね。で、路面の凹凸とか、拾いますというところで、拾った時は柔らかくはなくて、ダダンダダンとこうタンタンタンダダンタンって感じで、なかなか固めに処理をしてくれますね。ただですね、そのほわ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 余韻が残ったりってことはなくてですね、一発で収めてくれるので、だからこう左右にちょっと振られたりする感があったり残ったりするってことはなくて、すっきりとした乗り心地になってます。で、今90キロ巡航ですね。90キロだと100キロよりも力を抜いて走ることができるかなという感じです。90キロでもあんまり傾向変わらなくてですね、うねりや段差はダイレクトというか、はっきり分かるぐらい来ますというところなんですけども、それでもガツンというところまでは来なくて、一般道と同じような感じ、柔らかくもないけど硬くもないという形、ちょうどいいぐらいで、動いてくれます。で、その動きもですね、100キロの時と同じで余韻が残らないので、すっきり1回で処理するので、
この辺は分かりやすいというか、酔いにくい、それなりに上下にこう動いたりはしますけども、すっきりとした乗り心地となっております。これであれば、中距離巡航はいけるのかなって感じですね。あんまりですね、100キロ以上のところでのパワーの余裕っていうのはなさそうだなというところなんですけど、90キロぐらいでゆっくり巡航するんであればこれでいけるかなと思います。で、あと120キロなんですけど、まだこの車、走行490キロだから、ちょっとやめときましょう。で、90キロの時の回転数はどれぐらいだろう。2250回転ぐらいか。ってなってます。で、ロードノイズなんですけども、ロードノイズはですね、90キロぐらいの今だと、ゴワ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 いう音がしてきますということで、多分風の音とか、地面からの音がいろいろ混ざったもんだろうなっていう感じですね。我慢できないほどうるさいっていうわけではないので、そこら辺全体から程よく音が入ってきてるなという感じですね。100キロの時はその90キロの時の音にエンジン音がちょっと加わったかなという感じですね。で今路面が結構ひび割れているのでその音も入ってきてますが、なんでこちらも一般道同様まんべんなくいろんなところが周りから音が入ってくるなというところとなってまして、どこが取り立ててうるさいっていうのはない感じですね。はい、ではまとめですね。こちらの Days の S グレード、評価は3点、私の星が 60% ですね。乗り心地のところは、確かに普通車からのダウンサイザーを狙ってるのもわかるなというですが、もうちょいエンジンパワーが他のメーカーみたいにトルクがなーなんてちょっと思うところがあります。あと燃費とかもですね、もうちょい言ってくれるといいんですけども、乗り心地とか内装の質感とか、そのあたりについてはかなり普通車から降りてきても大丈夫かなと思うところではあります。ただこれですね、確か142万円か143万ぐらいなんですけど、なのでフルオートエアコンがついてインテリジェントキーになって、その他細かいところがちょこちょこ変わっての X がプラス3万か4万ぐらいであるので、そうするとそっちの方がええんじゃないかなっていう感じですね。初代デイズの J みたいにだいぶ違いがある、何もついてない J とかですごい値段差もある、10万ぐらいあるんだったらこれも思いますけど、あんまり値段差がないので、だったらX でいいんじゃないかなという。なのでこの S っていうのは最低価格を引き下げるための、デイズという車種の最低価格を引き下げるためのグレードなんじゃないかなっていうところがありますので、私買うなら X かなっていうところですね。ということでですね、今回デイズの S グレードをご紹介いたしました。でもこれはこれで、マニュアルエアコン、いつもタッチパネルのフルオートのパネルのところにマニュアルエアコンがついてるのはなかなか新鮮だったんで、これはこれで面白かったです。あれですね、燃費とか、とりあえず置いといて、乗り心地というか振る舞いというか、この動き方とか、車の動き方とか、普通車っぽいというか、大人っぽい車が欲しいなという人は、こちら、デイズを選ぶというのはいいんじゃないでしょうか。ということでですね、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価いただけますと幸いです。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。